通ならここでクロスしている動きなんですけれども、通常ならこのトップを見てシャフトクロスだという人はいないと思いますが、多数決で決めると結局最強のトップでのシャフトアングルということになりました。こんにちは。ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は世界トップ30を調べて分かった結局最強のトップでのシャフトアングルということで、バックスイングのトップですね、クラブが切り返す地点、ここでのシャフトアングルがシャフトクロスなのかパラレルなのか、レイドオフなのかというね、これを調べてみたんですけども、これを調べるのは実はそう簡単ではなくて、一般的にですよ、一般的にはシャフトがトップで水平になった時、この打っていくターゲットラインですね、目標に向かう線に対してシャフトが、こういう目標と平行に向いていればパラレル、こういうふうに目標よりも右を向けばクロス、反対ならばレイドオフというようなね、単純にそういうことは言われるかもしれません。他の基準を持っている人もいるかもしれませんけども、一応そういうようなね風に一般的には言われています。しかし全員がトップのねシャフトが水平になるわけではないので、ラームなんてものすごくねこう立った状態だったりしますね。それが、レイドオフなのかクロスなのかパラレルなのかを判断するってなかなかね簡単ではないということがあるんですね。だから共通したその判断方法があるわけではありませんので、ですから今回は勝手にちょっと基準を決めて判断させていただきました。その基準とは何かというと、バックスイングをしていったこのトップですね、トップでの左肘とグリップエンド、左肘とグリップエンドを結んだラインの延長ですね、この延長ラインに対してレイドオフなのか平行なのかかぶっているのかですね、それを基準にねシャフトクロスなのかパラレルなのかレイドオフなのかというのを判断してみました。その結果ねトップ30の選手は一体どうだったのかというのをね検証しましたので、まずはこちらをご覧ください。はい、それでは早速検証してみたいと思います。まず30位のルドビグ・エイバーグは肘とグリップエンドを結んだライン、これが赤です。そしてシャフトがこの青いラインで、この2つの関係を見るとシャフトクロス方向に傾いていることが分かります。赤い線と平行ならパラレル、それより下に向いているとレイドオフということになります。通常このトップを見てこれがシャフトクロスだという人はまずいないと思いますけれども、今回の基準ではこれはシャフトクロスになります。次に29位のジャスティン・トーマス、こちらは明らかにレイドオフであることがわかると思います。次に28位のキャメロン・スミスはこのようにクロスです。そして27位のラッセル・ヘンリーはこのようにレイドオフです。そして26位のイム・サンジュはこのように赤いラインとシャフトが一致していますのでパラレル。こちらは青いラインがレイドオフになっているのがわかると思います。リッキー・ファウラーはレイドオフです。次に24位のキャメロン・ヤングは通常ならこのトップを見てシャフトクロスだという人はいないと思いますが、今回の基準ではシャフトクロスに分類されます。そしてこちらのサム・バーンズはほぼ一致しています。シャフトと赤いラインが一致しているのでパラレルと判断しました。そして22位のトニー・フィナウは、通常これをシャフトクロスという人はいないと思いますけれども、今回の基準ではシャフトクロスに分類されます。そしてこちらは21位のクリス・カークですけれども、これも通常ならクロスということはなく、パラレルぐらいかなという判断ができるとこですけども、今回の基準ではこれはギリギリシャフトクロス系になります。そして20位のサヒティガーラはこのようにレイドオフ、19位のブルックス・ケプカはこのようにレイドオフです。18位のジェイソン・レイはクロス、17位のストラカはパラレル、16位のキーガンはレイドオフ、15位のトミー・フリートウッドはシャフトクロス、14位のティレル・ハットンはシャフトクロス、13位のジョーダン・スピースはパラレル、12位のトム・キムはパラレル、11位のコリン・モリカワはレイドオフです。10位のウィンダム・クラークはレイドオフ、
9位のブライアン・ハーマンはシャフトクロスです。8位のマット・フィッツパトリックはレイドオフ。7位のマックス・ホーマは、通常この形を見て、シャフトクロスだという人はいないと思いますけども、今回の基準ではシャフトクロスです。6位のザンダー・シャフリーはレイドオフ。5位のパトリック・キャントレーもレイドオフです。4位のホブランドは、本来普通ならここでクロスしている動きなんですけれども、このダウンに入る直前の部分でいうとレイドオフ系の動きになっていますので、レイドオフと判断しました。そして3位のラームはレイドオフです。そして2位のマキロイはシャフトクロス。これは例えば先ほどのホブランドのように少しダウンの初期に入ってもレイドオフ系になる動きはありませんので、これはシャフトクロスです。そして1位のシェフラーは、これも同じですけど、やはり、この切り返しで、レイドオフ系の動きに入るわけではないので、このままですからシャフトクロスです。はい、ご覧いただきましたように、今回の判定方法によると、シャフトクロスが12人、レイドオフが13人、パラレルが5人ということで、単純に多数決で決めると、レイドオフが結局最強のトップでのシャフトアングルということになりました。ただ今回の方法は非常に特殊な方法ですので、普通ならシャフトクロスと言えないものもシャフトクロスに考えているということがありましたので、ですからやっぱりシャフトクロスで、特に強いシャフトクロスで強いという人はなかなかいなくて、少し小さなシャフトクロスぐらいであればそれほど問題なく強いスイングになれるということが言えると思います。で、どうして今回この方法で判定をしたのかを説明します。実はトップでのシャフトクロス、レイドオフ、パラレルを判定するには僕の中ではもう一つ種類があって、それはあるプレーンをもとに判定するんですけれども、その方法でドライバーを判定する場合はだいたい5度ぐらいの個人差が出てくるので、ですからそこの部分の説明が非常に難しいために、今回の方法分かりやすいと思ったのでこちらで説明することにしました。どうして今回の方法を使ったのかと言いますと、ゴルフクラブを振っていく場合に結局左腕で引っ張っていくことになります、ダウンスイングでは。ですからこの左腕の角度ですね、この左腕の角度とこのシャフトの角度が同じ、例えば水平に振っていくんであればこういうふうに同じで引っ張っていくとクラブがブレずに進んできやすいということがあります。それに対して例えばシャフトクロスというのはこちら側に傾いていることになりますから、この状態から引っ張っていくとどうしてもクラブがこのように下に引っ張られやすいということがあります。逆にレイドオフ方向から引っ張っていくとこのようにクラブが起き上がってきやすいと、そういうような傾向が出てくるということですね。ですからトップでのこの腕に対するシャフトのこのブレ幅です。ブレる位置ですね。この位置がどの程度なのかっていうのはものすごくクラブの挙動に影響しますので、ですからそこがどうなっているかを調べたということになります。そしてシャフトクロスといっても小さなものであれば決して不利ということはなく、むしろ人によってはこちらへ少しクロスさせておくことでここでのクラブの動きが感じやすいとかね、そういうことがあるんですね。ですからここでのクラブの動きを感じて振っていくというようなね、そういった技術のある人にとってはシャフトクロスが必要ということもあるわけです。ですから決してシャフトクロスが悪いというようなことはないとは思いますけれども、今回の例で言えば、強いシャフトクロスと言える人は少なかったということは言えると思いますね。ではどうしてシャフトクロスが一般にあまり良くないと言われるのかというのをね、説明したいと思いますね。結構やっぱりシャフトクロスを指摘されて直そうとしている人は多いと思いますけれども、小さなシャフトクロスだったらそれほど気にしなくていいということにはなります。ですけども、一応シャフトクロスがどうしていけないかを説明しておきますね。例えばインサイドインのヘッド軌道で振っていく場合、これはインサイドインに設定したプレーンです。このプレーンに沿って振っていくことになりますね。インサイドインで振っていく場合は。なんですけども、トップでシャフトクロスをするということは、このプレーンからクラブヘッドが大きく離れてしまいます。ですから大きく離れてくるのに、このプレーン上に振っていこうとすると、どうしてもクラブがこのプレーンにぴったり収まって振っていくということが難しく、普通はこちらへずれていくから手が前に出て、こういうふうにスライスになりやすいということがあります。そして初心者の場合ですね。上級者の場合はそういうことはなくて、
少しクロスしていてもここで制御していくんですけれども、それでもやはり少しインサイドにクラブが入っていきやすくなります。ですからどうしてもインサイドアウト気味のスイングになりやすいということがあるんですね。ですから、シャフトクロスが強いのはあまり好まれないと。逆にこの面に沿っているとか、あるいはこの面からの距離がね、あまり遠くない位置にヘッドがあれば、ここからこの面に沿って振っていきやすいと。つまりインサイドインで振りやすいということですね。そういう理由があるので、一般にはシャフトクロスは直した方がいいとか、シャフトクロスがスイングに悪影響を及ぼしていることが多いというのはそういうことがあります。ですからシャフトクロスの強い人の場合は、そのシャフトクロスを小さなものにしていく練習というのはスイングの安定に影響をもたらすと思います。ただシャフトクロスの人がレイドオフに直すというのは、これはもうスイングが全く逆のものになるぐらいの大きな変化になるので、そこまでのことをするべきかどうかというのはなかなか難しい問題だと思います。例えばジム・マクリーンなんかはもう直さない方がいいと言っています。多くの人をレッスンしてシャフトクロスを直すのはほぼ無理というね、そういう結論になったんだと思いますね。だからなかなか難しいので、もう一度シャフトクロスでスイングを覚えた人はシャフトクロスを少し小さなねシャフトクロスにする方法で練習した方がいいのではないかと思いますね。でその時の基準として今回ご紹介した方法で判定してみると。そうすると自分はどういう傾向があるのかが分かりますから、それを逆転させるのではなく、仮にシャフトクロス方向に強くずれていた場合はそのずれを少し小さい方向に修正するとか、そのように今回の基準をぜひ参考にして一度自分のスイングを確認して、そして練習に役立てていただけると幸いです。もし今回の内容がお役に立ったり面白かったという方はぜひいいねと、そしてまたもっといい動画もね作っていきたいと思いますので、チャンネル登録をしていただきますと励みになりますのでよろしくお願いします。